改めまして今日よろしくおはい、願いしまくずらこそ、す。ご苦労さんです、はい永田さん。瀬名派さんは、うん、当時戦争が始まった1944 4年。年はい。はおいくつでしたか？その時がちょうど小学3年生でね、9歳です、数え。うん。いよいよこの学校でもね、敵来襲とか言ってね、もう、頭巾は学校ではやってなかったけど、みんな校庭出してね、校庭出して、敵来襲って先生の号令を持ってね、みんな伏せしてね、もうこの両目、この両耳を押さえてですね、もう地面に伏するんですよ。でそこで爆弾爆風を避けるということのだった。これ後で分かったけど、口開いた状態の場合にですね、爆風でここから空気が入って目玉が飛び出すとか、これが内臓が全部このお腹から出てくるとか、このあと島尻の体験者が聞いたことあるんですよ。はあとか思ったけど、なるほどなと。だから本当口も押さえていかんけどね。それはもうこれはもう防空演習されました。で小学3年からはですね、大日本青少年団といってね、もう意識づけられましてね、琉球新聞みたいなマーク、ワッシュのマークみたいなのもあれ、これ、ね、縫い付けかな、何かワッペンをして歌もありましたよ。我らは大日本青少年団って、もう1年前のあれだんだんこれ言ったけど、あと地域ではバケツリレーで消火ですね、消火する用水のタンクあるから、もう総出ですよね、地域では。でこれでもって号令でもってやるという。こういったやつは小学校何年生から始まってたんですか？これはね、この訓練はね、もう小学1年も全部始まってるはずですよ、一緒に。じゃあ物心ついた時からああ、もうもそういうことをずっとう、はい。やってたっていうことですね。それを歌にしてもね、僕は軍人大好きだ、今に大きくなったなら、軍と下げて、剣下げて、おんま、おんまに乗って、はい、どうぞ。これは戦場歌いましたよ、僕ら。それからこんなこともありました。肩を並べて兄さんと、今日も学校へ行けるのは兵隊さんのおかげです。お国のために、お国のために戦った兵隊さんのおかげです。あと2つ3つあります、これ。これはいわゆる公民化教育ってやつですよね。そう僕は頭には軍事教育だなと思ったんだけど、やっぱりこれでしょうね。これも戦後聞いた言葉です、公民化ということは。じゃあその当時のうん。貴公さんにとってえ戦争っていうものがあそこまで恐ろしいものだとは。全然。だから戦争っていうのは、それはね、むしろ軍隊、兵隊さんは憧れになって、もう軍艦もっとあるけど、軍艦はこれでいいとして、防空演習の話。空襲警報聞こえてきたら、今は僕たち小さいから大人の言うことをよく聞いて、慌てないで騒がないで落ち着いて入って言いましょうかな、見ましょうかわからない。入ってみましょう、防空壕。こういったこともう常々歌わされて、歌って覚えてます、これだけは。で我々もずっと戦後後になってから国を出てからいくつ寄贈とかあいた軍から死ぬのをどんどん覚えてるけど、今のものは戦前歌ったんですよ、小学3年までに。そういうところでだんだんこれがこの戦争の足音がなんでしょうね、もう次々と来てるんで、それで学童疎開の話も出てきてね、一応もうと憧れましてね、乗ったことのない船に乗れるし、結局うちの姉と2人だったんですよ、兄弟4名で、行った隊行きよいと言われてね、行った隊2人来なさいって言って、ってもう喜びで、周辺の子供たちも行くのもたくさんいるでしょう。でそういうことで乗ったこともない船に乗れるし、見たことのない雪見れるとかね、あるいは乗ったことのないこの汽車に乗れるとかね、もう本当に行きたいと思って、それでいよいよ本番になってきて配給物ももらってですね、靴から
から非常食スルメとかああいった学校が配給ありまして、それから半ズボンと上着からもらったんですけど、まさかね半ズボンって寒いのに長ズボンじゃなかったかなと思うんだけど、そういうとことってもはしゃいでいた。しかし結局、瀬那覇さんは疎開しませんでした。本当に安全なのかと不安に感じていたお母さんが、疎開の話を断ったのです。まあそうやって疎開をお母さんが断った後、沖縄に残った、いよいよ空襲が、もう今の疎開が、キャンセルになったんでがっかりしたけど、もうそれから間もないですよ。もう朝7時半ぐらいかね、学校行く時の準備でご飯食べてたら、なんか外が騒がしくなってきましたね。でだんだんその騒がせがだんだんこう大きくなってくるんだ。ぬえればがって言ってね。で我々も兄弟みんな出てみたら、みんなこう上見てるんですよ。見たらもうギンギラギンでね、すごい見たことのないその飛行機が編隊組んでですね、すごかったですね。これはもう忘れませんね。ちょうど僕らの家は今の58号ですから、すぐそこだからね。で全部だらもうすごいあれで編隊組んでやってるから、すごいね、この友軍って言葉は使いますけど、日本軍ですの飛行機だら訓練すごいなと思ったので、それが一つ一つこうしてこう傾いてですね、でこう行くんですね。すごいなとみんな見てたら、なんか左の方に行くんで、そしたらね、もう音がバカーンバカーン立つの。ああいう本番みたいだな、本番みたい、本番してるねって言いながら、もうすごいなってみんなそれ拍手する人見て、やったやったって、みんなこういう思ってたんだけど、そしたらですね、あれから10分ぐらいしてからかな、もうなんか煙も上がってくるんですよ、バカーンと言ってね。だってみんな俺本番してかって言いながらもいいよ、すごい軍事演習だよって言ってたら、防衛団というのが昔はね、この地域の、班長みたいな感じでメガホンでね「敵機来襲!」と言葉が言うんですよ。敵機来襲のこれも防空演習の中に敵機来襲のがありましたからね。それで言ったら今度はアジアの手前の上の方、東急ホテルの左側近辺、そこにですね校舎法陣地があったんですよ。これは作ったっていう話聞いてましたからね。こっちから校舎法がどんどん打つんですよ。で大したことないですね、校舎法の音もね。で僕ら見ている間になんかこれ本物かなと思うぐらいだったけど、しかしもう校舎法パンパンなりながらこのサイレンが鳴ったんですよ。今みたいなサイレンと違うよ。もうすごいですよ。って何回も言ってくれよ。これがもうずっとこうなるんですよ。でそしたらね、ダク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 ですよね、みんなね。これ本物だよって。で方言でそうムンドって言ってたんですよ。そしたらもう地域にもこの爆弾の音が聞こえるもんですから。で僕らはもうすぐ母ちゃんが後ろの方の屋敷の方には防空があるから「防空が入れ」って言って、多分みんな防空が行ったら普通に半分入ってるのよ。でそこに行って、この防空壕の大きさはあまり覚えてませんけどね、屋根もどんなんだか分からんけど、やっぱりすごかった地響きがして、でも機銃の音とかね、もうすごかったですよ。でこんなことみんなガタガタガタ震えてる時にもう1時間ぐらい過ぎたんでしょうね。やんだんですよ。みんなシーンとなってるんで、まずだとみんなまた道に出てみたら、やっぱり左の方向、飛行場が那覇港あたりがもうすごいですね。それでそのこの人たち、みんなチャースとかしてる時にはまた始まるんです、これが。なんか近くに航空母艦を置いといて、そこに行って給油してまた出てくるんでしょうね。
その間がまあ40分50分までいかないでしょうけど、また来るわけですよ。また中道と言ってまた僕が入ったんですよ。また始まった。これを計算はしてないけどね、繰り返し大体80から100機ぐらいだったそうですね。後で本見たら。だからこれがもう5回になってるんですよ。5回にわたってやってで、だんだんこれがまた僕ら出てみたら潮渡り橋ってあるんですよ。この若狭市からすぐそこに来ると橋があるんですね。この近辺までなんか煙が近づいてくるしね。で我々は後ろは川ですから、ここにも弾が落ちる、爆弾が落ちて、もう本当に地響きがしたり泥が飛んできたりしてね。で近づいてくるということが分かったんですね。でこれ今度はしてこれ繰り返しやってるうちにはもうみんなもうダクダクして、でまたこの静かになった時にうちのおふくろがで品儀に準備しようと言ってで入って前から用意されてるリュックサックとか、あれはもう自分も身の名分もやるけど、あとは手荷物ですよね。これやってくれと。だから今のうちに逃げようと言ってまた来るんじゃないかと思いながらですね、とにかくこの橋渡って逃げたんですよ。空襲から逃れるため、瀬那覇さんは家族と一緒に宜野湾の嘉数に避難することになります。そして1945年4月1日、米軍が沖縄本島に上陸したことをきっかけに、さらに今帰仁の山奥へと避難することになりました。それからアメリカたちに来たんで、来るというんで山に逃げたんです。そこからが大変だったですね。もうこっち行ってもあっち行ってももう全部この上からは偵察機我々はトンボって言ってました。トンボの中の音がした時にはみんなねもう動かないんですよ。木の下だから動かない、隠れてですね、あれが無線でね連絡して、それでなんか海に止まってる軍艦飯島あと上陸したみたいですね。そうかって音がもう自分たちの方に爆弾が来るような感じで、そんなことでさまよってまた機銃も来ますからね、空襲でバッ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 本当に機銃しましたよ。そういったこともやってたけど、そんなこんなでやってる時にこの深須山という本当に運転口が見える場所まで行きました。杉の木もありましたね。でそこの時にすごい雨でですね、ちょうど僕らもここで一休みみたいな感じのあれがあったんで、うちの母ちゃんがね着物の帯をですね杉の木だったかな、これの木の根っこの方に帯結んで、この雨水これをこの帯のこれに受けて、これでこの持ってるこの容器これに溜めてですね、2つか3つか分かりませんが溜めたものがちょうどあったんで、これで雨が晴れてあとですね持ってる芋炊いて食べたんですよ。炊いて食べたんですけど、水捨てるもったいないですね。芋の煮汁、この煮汁置いてあったらそこに日本兵がですね 4,5 名来ましてね、俺らも日本兵って本当に山の中で日本兵会うのは初めてですね。そしたら我々のところに来ましてね、奥さんでこの草色の靴下ですよ、これ一つ持ってましてね、足が入る分このぐらいのもんかな、これで何か炊いてくれませんかなと言ってたけど、お米が入ってた。はい米です。でこれでって言ったらこれ僕見えないけどこれ米だけどなんか炊いてくれませんかなって言うから、こっちは水がなくてね、今芋を炊いたものの水がある、いやこれで十分ですと、これでもう洗いもしないですよ、米も洗わないで、これでねもう他の水がもう足してからね、これでうちの母ちゃんが適当な味付けましてね、ジューシーでしょうね、ボロボロというよりはちょっと固めのジューシーで、これを炊いてきたらね、おいしい食べてですね、ありがとうって言ってね、そして我々も食べなさいと、我々もこっちゴミいますからね、どうぞ食べてくださいって、我々も久々に
米のジューシー食べて美味しかったですね。自分にとって日本の兵隊さんたちは怖い存在ではなかったよと話す瀬那覇さん。そして瀬那覇さんは今帰仁の海岸で米軍に保護されることになります。アメリカがいよいよまた来てるよという来たもんだから、みんなこの、ね、住民はね、避難民ばっかりじゃないよ、住民も一緒にもう山は大変だと言って、この海岸の山手の方に全部逃げたんで、この辺の男は全部集められて、で今いう女と子供たちは別々に分けされまして、もう無言です。向こうアメリカで鉄砲も持ってるのがいるから、もうみんなシーンとしてね、アメリカの言う通り、へい、もうこんなです。ほんでGMC というトラック持ってましたから、あれにこの男、なんかまあ日本兵というか、あるいは働きのできる連中、トルコを超えた連中は全部トラックに乗せられて、4、5台だったかな、全部乗せられて、どっかに行きよったんで、連れてくれて。収容所での生活もとても苦しかったと語ってくれた瀬那覇さん。今を生きる子どもたちにメッセージを残してくれました。まあ、戦用の話、聞いてもらってありがたいと思ってるんだけど、まあ本当自分たちもね、小学3年では従属すると大変な戦にあって、もう今振り返ってみれば、よくも生きてこれたなと思うんだけど、この戦というものは我々小さい時にはどんなもんか分からなかった。もうテレビもないし、ラジオも聞いてないし、新聞も見てないし、ただ今さっき歌で歌った軍人兵隊は大好きだ、兵隊のおかげで肩を並べて学校も行きたんだというような軍人に対する感謝の言葉もいろんなあるけどね、まあどんなもんだったかというのはもう本当にこの戦にあってみて大変なことだったんだと。この戦というのはね、もう絶対にやっちゃいけない。もうこの日本兵もね、かわいそうだったし、食い物なくて、で我々もカエル食べたりし、ネズミも食べたし、もう夜な夜な人が取り残しの畑に行って残ってる芋を漁って食べるとかね、とにかく大変な目に遭ってきて、もうここの宜野湾市民になって35年です。まあよくも生きてこれたな、運もついてたけどということで、絶対に戦争はやっちゃダメですということで僕らの後輩に言いたかった。以上終わりにしようかな。はい、じゃあ今日は本当にたくさんお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。いえいえ。はい。